はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星とタロットで見てみたいと思います。お願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ8の逆、ワンド8逆、カップ10逆、太陽3回連続で出てきましたね。太陽ね、ジャスティス、はい、政治、そしてカップ6逆、ペンタクルの8ですね。気をつけることは対策はスタート、死神逆とオラクルはワンドの2です。おー、面白い。はい、そうですね。ちょっとまず星の話させてください。まず11月後半っていうのは、一つ大きく流れが変わるのは22日です。11月22日までっていうのは、何かこう自分が少しトンネルの中に入っているような形で、こう自分というものをあまり出さずに他者を気にしたり、他者にはどう評価されているのかなとか、どんな風に映っているのかなっていうのを思いやすい時なんですね。でも実は他者からすごく大きな愛が届いてたり、サポートが届いている、それを見えないエネルギーとしてちゃんと受け取るよねっていう時です。そして22日以降っていうのが、なんだかトンネルから出てきましたみたいな、すごく明るくなる、明るい景色になるっていう感じなので、おそらく精神的なものが随分変わるんだと思います。何か例えばコツコツと努力していかなくっちゃって思っていた意識から、挑戦してみようみたいな、そういうもう今持ってるこの資源でチャレンジしてみようみたいになったりとか、自分は今ここで自分がやるべきことをやらなくちゃいけないんだと思っていたのが、22日以降やっぱり行ってみようとか、外に出てみようみたいな、そんな感じの違いがあります。そして11月16日が満月なんですけども、この満月っていうのはお羊座の皆さんにとってはね、何かカチッと音がして、やっぱりそうだって、やっぱりそうなんだっていうような、何か自分の本当に大事にしたいものに気がつくとか、本当はこれを大事にしたいと思ってるんだけど、なんか他の人の顔色を伺ったりとか、状況を見たらダメだなって思って抑えていたものが、やっぱりこれだみたいなね、何か自分の思いっていうものを認めたくなるっていう感じがあります。これすごく大事なポイントだと思うんですね。その満月って別に満月だからってわけじゃないんですけども、満月って一番こうエネルギーがこう引っ張られて、私たちの感情っていうのが動きやすくなるんですね。でこの動きやすくなっている時に、その今この22日まで与えられている、実は他者から届いている大きな愛情とかサポートっていうものを、自分がなんか理由をつけて受け取っちゃいけないと思っていたものから、受け取っていいんだ、届いていたんだみたいな感じで、それを受け取る許可をする。そのことによって本当に実は隠してきた思いとか、何かこう大事にしたい思いっていうものに火が灯るとか、認められるとか、これでいいんだって思えるみたいな感じなので、内側のこう変化として16日あたりから何か変わってくるんじゃないかと思います。認められる、自分の素直な気持ちを認められる。なのでぜひこの時は受け取ってみてください。その素直な情報、その裏を書くとか疑ってみるとかではなく、素直にその情報を受け取ってみたり、素直に信じてみる、他者の言葉を素直に信じるとか、自分も素直に自分の思いを伝えるとか、なんかそういうふうにするとすごくうまくいくなって感じがします。なんだかね、22日までって出したくても出せないみたいな、なんかそんな感じがあるんですけど、でもそれが要するにちょっとカチッと揃うことによって流せるし受け取れるみたいな、そんな感じの流れなんですね。はい、そして11月20日からはね、冥王星ももちろん動いていきますが、やはりここから自分の新しいなんか可能性に向けて、未来に向けて、意識が開かれてくるって感じがしますね。これはおそらく今年の前半とか、8月末とか9月頭までなんとなく感じていたことだけど、どうなのかなって言って、もうちょっと様子を見ようと思っていたことに対して、やっぱりこっちの方向かなみたいな、こうちょっと新しい未来の可能性っていうのがだんだん見えてくるよというのが20日以降です。そして一つね、ちょっと注意していただきたいのが、11月26日から12月16日までは水星が逆行するんですね。なのでこの時はちょっとスケジュールに余裕を持ってみたり、こう
誤解がないように、何か伝える時もはっきりと伝えるようにしたりとか、確認をするっていうようにしてください。SNS とかもね、なんか誤送信とかありそうな感じがするので、はい、そんな感じかな。もう一つその火星というねバイタリティが前回の動画で言いましたけれども、11月4日から獅子座に入るということによって、お羊座の皆さんはもうこのエネルギーを好きなように使えるわけです。何に使ってもいい、恋愛に使ってもいいし、自分の何かクリエイティブなこと、チャレンジしたいこと、レジャーでも仕事でも生み出したいことですね、クリエイトしたいこと、人生においてそれを使えるし、それはもう11月だけじゃなくて来年の6月まで火星っていうのは獅子座に入っているので、約7ヶ月間かけて何でも作れるよっていう時なんですよね。もちろん途中で逆行したりはしますが、なんかそれがもう始まるんだなって感じなんです。始めますねっていう感じがあり、なのでその前の本当の素直な気持ちとか、受け取っていいんだこの気持ちをっていうのが16日あたりの満月でカチッとこう揃って、整って現実が流れてくるんだなって感じがしたんです。はい、でそれを踏まえた上でカードを見た時に、やっぱり本当に求めてるものが欲しいんだって感覚になってるなって感じがしたんですね。今入り口がカップの8なんですよね。でこの逆っていうのは、今まではこれで我慢できていた、今まではこれである意味自分の気持ちをごまかせていたとか、これでも十分幸せなんだみたいに思っていたところから、本当の幸せって何とか、本当の自分が求めてるものって何って、それをやっぱり満たしてあげようよっていうような気持ちになってきて動き出すって感じなんですね。だからちょうどこれいいタイミングなんですよ。この満月もそうだし、22日までの実は深いところからすごいサポートが来てるっていうのがあるので、本当はねもうそこら中に愛が飛んでるみたいな感じなんですけど、自分がそれを信じないとかね、受け取らない、自分はそれを受け取る価値がないと思ってると、ただ飛び交ってるだけだけど、いいんだそれを受け取ってっていう感じで思うことによって、いきなりやっぱり動き出しますので、そしてね、なんだかこの11月の後半に入るまでにも十分幸せなことってあったんだろうなと思うんですね。満たされていること、幸せだなって、良かったなと思うことってたくさんあると思うんですね。でそれはそれで収めてください。自分の中で自分にそれを経験する価値があったから、こういう経験ができたんだっていうふうに思っていただいたらいいと思うんです。そして現状のところでも太陽っていうのが出ているので、本当に今強いサポートが来てると思っておいてくださいね。強いサポートです。これは何かを解消したりとか解決したりとか状況を変えるっていうことだけではなくて、今の状況の中で明るさや光はたくさん届いてるよって、そっちに目を向けてみたら景色が違って見えるよねっていうような感じです。なので今自分に届いている恩恵って何だろうってことをぜひね感じてみてください。今自分に届いている恩恵って何だろうみたいなことで感じて、あれかなこれかなって感じ始めると、要するに今届いているサポートだったりエネルギーっていうのを自分がちゃんとキャッチできますからね。そしてその後ね、ジャスティスということで非常にバランスが取れてきます。このバランスが取れるっていうのは、その誰かとの関係性っていうこともあるし、自分の中で生活のバランスが取れるっていうこともあるし、なんか体の体調のねバランスが取れてくるっていう形もあって、非常に陰陽のバランスがいいですね。これ全てがうまくいくなんかベースな感じがします。22日以降っていうのは最初に言ったように、何か意識が上がる、可能性を見ていくとか、ちょっと出かけてみようみたいな感じがあるんですけども、それも決して無茶なことじゃないんですよね。全然無茶じゃなくて、今の自分にふさわしい喜びを受け取りに行きましょうとか、何か人に会いましょうとか、そんな感じなんです。その後出てるのがカップの6ということで、もしかしたらなんか昔関わったことのある人とか、幼なじみとか、なんだろうな、ソウルメイトみたいな、なんか通じ合えるねっていうような人との楽しい会話があるかもしれませんし、またそういった交流、なんか地元に帰るみたいなね、そういう楽しい交流があって満たされるよって感じなんです。だから少しもしかしたら移動するのかなって感じもあります。これは特に後半の方がそのエネルギー、後半というか11月22日以降の方がそのエネルギー強いんですけども、だから非常に強く届いているこのサポートのエネルギーを感じて、自分が整い、そして感じたい感情を受け取りに行く、どこかまでみたいな感じです。
でその後はコツコツとまた自分がやるべきことをやっていきますということで、生活に戻っていくって感じがするんですね。そしてね、オラクルがこのワンドの2の聖地なんですね。これはね、とてもいいです。なんだか自分の喜びだけじゃなく、まあ結果的にはそうなんですけどね、自分の喜びを満喫してると、それは気づかないうちに他者への喜びにもつながってたし、環境への喜びにもつながってたよねって感じがあって、今この11月後半に何か一つ世界観が一皮むけるって感じがするんですね。一皮むけるのか、自分がなんかその域から出てきたのかちょっとわからないですが、こう2つの可能性があって、今までは一つを犠牲にしなければそのもう一つの可能性っていうのは成就できないと思っていたけれども、そうじゃないんだっていう、2つとも成就させる方法があるんだっていうような、なんか新しい見解がある気がしますね。でとてもその対策のところで言われてるのも、ここで死神の逆っていうカードが出て再生なんですね。新しい時代が始まるよとか、何かが終わって新しくなるよっていう思いもあれば、ここでスターということで、まさにそれは私が夢に見ていたことですとか、それまさに理想なんですっていうことが現実になろうとしている、その道に行こうとしているみたいな感じがあるので、できるだけ本当に自分の気持ちに忠実になってほしいっていう感じがします。誠実に忠実になってほしいなって感じがしました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事を見てみましょうか。お仕事ね。お仕事はソードの3、忍者、タワーということで、全体を見たらものすごく光の中にいる人生そのものが、自分のなんかトータル的な自分自身の今の現時点の自分がものすごく満たされる、なんかそんな中にいるって感じなんですけど、お仕事という役割で見たらなんだか今までと流れが違うぞって感じがするんですね。でもそれはなぜかっていうと、自分の中でやり方を変えようとしているとか、今までと同じやり方じゃないんだ、違う可能性を見ていきたいんだっていうふうになっているので、これまでのやり方に対してなんかどう処理したらいいのかなっていうことで少し戸惑ったりとか、答えを探しているんだ、何かを変えていかなきゃいけない。先ほど言ったのは、こう何か一つを犠牲にしなければもう一つは得られないんだっていう感じから、犠牲にしなくてもやっていける方法が見つかるんだっていう風なメッセージだったんですよね。でもお仕事というので見ると、何かを終えていかなければならないとか、終えていくことに対しての罪悪感とか、そういったものがあるのかなって感じがするんです。でもしかしてこれはご自身が本当はね、それを卒業して違う方向に行きたいんだけど手放しづらいとか、いやこれはやらなくちゃいけないんだって思ってるものを、宇宙がそれはもう違うよっていうお知らせとして、何かトラブルみたいなことがあったり、仕事であれこれまでと流れが違うみたいなことを感じることがあるかもしれませんが、それだけ自分のなんか新たな可能性が開かれているんだよっていうことを覚えておいてください。お仕事に関しては。そして大きなひらめきがあると思います。仕事の中ですごく大きな、やっぱりそういうことなのかみたいな、なんかそれってぬるま湯の中にいるとわからないけれども、何か大きな出来事や気づきとかびっくりするようなことがある中で、もしくは自分が申し訳ないなとかねって思う中で起こりうる気づきって感じがしました。ちょっと人間関係見てみますね。恋愛はまた別で撮りますので、今全体をということで見てみます。前回の恋愛動画もありがとうございました。たくさんコメントもいただけたので続けてみようかなと思っています。はい。人間関係ですね。ペンタクスのキング、節制、マジシャンということでいいですね。何かね、人との関係においてはなぜか
ご自身の強さがムクムク出てくるって感じがしますね。誰かに依存したいとかそういう感じじゃなくて、自分が繰り広げられるこの関係性みたいな感じがあり、自分が他者に与えられるいい影響みたいなものをしっかりと信じて関わっていくのかなって感じがします。そして新しい関わり方ができるのかなっていう感じもしますね。マジシャンが出てたりとか節制が出ているので、この節制っていうのは自分の専門性を生かした関わりだったり、またはちょっとその精神的なねつながりがすごく強いんですよね。物理的にはもしかしたら距離があるのかもしれない、離れているのかもしれないけれども、何かそことつながるよみたいな感じがあるので、もしなんかねこの全体見て思うんですけど、この11月後半からもしどこかに行く機会があるとかね、そういうのがあるのであればぜひ行ってほしいって思いますし、その上で関わる人、誰かに会いに行くとか、そこで何かの集まりがあるとか、そういうのもすごくいいです。それによってその自分の中にある強さや可能性や何かのシフトっていうものが起こりやすくて、さらにそれが他者へもいい関係としてなんか影響するっていう感じがするんですね。恐れなく関わっていってください、人間関係に関してね。ということで最後にもう一枚引いてみたいと思います。なんでしょうね、ちょっと仕事に関してはね、なんだかちょっと待ってね、仕事に関してはもう一枚だけ聞かせてください。なんかなんていうのかな、本当にこれまでのやり方とかこれまでの意識ではなんか違うんだって感じがするんですよね。だけどペンタクスの2ということで、もし今仕事厳しいなと思ってらっしゃる方も、そこはなんとかやっていけますよというふうに言われてます。なんとか、綱渡りというかそんな感じでやっていけるよっていう感じで言われてるんですね。ただメッセージとして言われてるのが、なぜその何かもしトラブルがあるとかどうしようと思ってる方にとっては、なぜその状況になってると思いますかみたいなメッセージなんですね。もう変わっていくべき時なのに、その同じものを引き連れてはいけない。もう何か一つの時代が終わり、新しくしていく時に仕事も一つ手放さなきゃいけないんだよって、大きなステップを踏む時っていうのはそれだけ大きなステップであればあるほど恐怖もあったりリスクもあるかもしれないけど、それを必ず超えるためには身軽にならなくちゃいけないんだよみたいなね、なんかそんな感じがします。なんか何を置いていくのかっていうのをご自身で考えてみるといいかもしれないですね。はい、はい、最後にもう一枚引いてみましょう。ボイス座の皆さんへのメッセージ。はい、じゃん。このカードよかったらコンサイスステップじゃなくてよかったねこのカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんの直感で感じてみてくださいね。これはねやっぱりエモーショナルインフルエンスということで、感情的な影響ってすごく受けやすいですよね。誰かがなんか私のこともなんか言ってるって言ったらすごく気になるし、この他者からも自分のことを高く評価されてると思ったらすごく嬉しいけど、なんか悪く評価されてるってなったらもう嫌だなって思うみたいな感じで、他人の顔色あまり気にしないでください、この時は。そしてなぜならば人間関係とてもいいわけじゃないですか。いろんな人とつながってね。そして今すごく届いているこの宇宙の光というか恩恵があるからこそ、なんていうのかな、本当の自分の喜びに従っていかなきゃいけないんですけど、そこに他者の顔色とか他者を疑ってみるとか、優しくしてくれてるけどそれはどういう意味とか、なんかそういう疑いの目で見ることって物事をすごく濁らせるので、そういった感情に惑わされないでくださいっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またね、人間関係とか恋愛に関しては詳しく次の動画で見ますので楽しみにしててください。ということでぜひいい時間をお過ごしください。もしくはいい季節ですしね、どこかに行くのもいいかもしれません。ということでありがとうございました。失礼します。